あ、あ、あ。少々お待ちください。あれくじじゃなかった。あ、すいません。なんかね、OBS が起動しなくて、エラーが起きてたんですけど、解決したっぽいので、とりあえず始めました。結局僕の場合始めても、この後何かしらまたエラーが発生したりするので、ひとまず早めに始めた感じです。音量とか大丈夫そうですか？です。音量のバランス悪かったりします？読み上げがうるさいかもな。なんか毎回読み上げうるさいっぽいね。少々お待ちください。これでどうでしょうか？です。多少マシになりましたかね？棒読み使ってるけど13%くらいで十分だもんな。あ、本当？あ、バニラシューさんのチャンネルをですね、ちょっと拝見させていただいたんですけど、なんかめちゃくちゃ伸びてますね。2万再生とか3万再生とか結構平気で叩き出してた記憶なんですけど、
さすがです。ありがとう。あと動画もね、そんな全部とかは見てないんですけど、僕もポケモンカード、ポケポケやってるんですけど、すごいわかりやすかったです。13か、じゃあ13でいいかな。今15なんですけど、ちょっとそう9時からに設定してて、この時間から始めるのもなんか、あれなので、先にショップ周りを見ていきたいと思います。いよいよ来ましたね。僕の動画見てくれてる方が、マスターデュエル勢がどのくらいいるのかわかんないんですけど、OCG 勢の方は大体マスターデュエルやってるイメージはあるんですけど、まだ引いてもないのね。まだ引いてないです。真鍋さんこんばんは。お久しぶりです。100年ぶりくらいの配信です。今月がデュエリストカップがあるので、セカンドステージかな、やるとしたら、白き森をちょっと、で、セカンドステージ、同アイコンぐらいは狙いたいなっていう風に思ってるんですけど、作りたい動画が多すぎて、とりあえず今週土日は白き森の動画を2本くらい上げて、そう、ギミパペね、ギミパペ僕、動画作ってたんですよ、4月の段階で。音消えた？音消えてます今皆さん。ギミパペ動画作ってたんですけど、レギュレーションの変更で、なんだっけ、ヘブンスストリングスかが紙の方で、了解です。紙の方で制限になったじゃないですか。あれのせいで僕の動画全部パーになって、結局作れなくって、で、気づいたら、白き森と同時のタイミングで来てだいぶ困ってます。白き森作った後はギミパペの動画作って、で、その後ね、年末箱に、オルフェゴール僕めちゃくちゃ好きなんですけど、動画1本も上げてないんですけど、オルフェの新規が来るので、僕人形がすごい好きなんですよ。ギミパペはめちゃくちゃドストライクではないけど、ウィスクドールとかがすごい好きです。だいぶグロテスクだから、完全になんかドストライクではないんですけど、一部好きなモンスターがいるっていう感じです。そうなので結構ね、スケジュールがカツカツというか、で、その中でデュエリストカップをやんなきゃいけないので、配信できるかわかんないけど、せっかくもう完全に僕のチャンネル、白木森チャンネルで、ようやくマスターデュエルに来たっていうことだったので、ちょっと今月はね、頑張りたいなっていうふうに思ってたりします。ただ、ギミパペ僕ワンキルとかは全然好きじゃないので、とりあえずこの無料パックとか向いていっか。本当にイラストが好きっていうだけですね。やった、トップハットヘアだ。やった。これはモンスター2体で永続罠を持ってこれるんですけど、ポケポケはやりたいんですけど、どうなんだろう、僕、
いろんなジャンルを、基本的にこのチャンネル見てくれてる方は、遊戯王目当てで来てくれてると思っていて、僕的にはやりたいんですけど、単純に僕のキャパシティの問題もあるし、ポケポケを上げることで、視聴者さんが離れていかないかなという心配。ただバニラシューさんとかすごい、なんか人集まってるからやってもいいのかなっていう感じはしてます。コハルンさんこんばんは。バニラシューさんとコハルンさんと真鍋さんは毎回配信すると来てくれますね。もう不動のメンツだよね、ここ。かれこれ2年くらいは見てくれてる気がします。トップハットヘアは汎用なので、ぜひゲットしておきましょポケポケの ID 載せておいてくれたらフレンド申請しておくよ。う。あ、了解です。どうしよう、ちょっと待ってね。とはいえ僕、トップハットヘアちゃんと使ったことないんですよね。エンジェルスタチュー、アズルーンとか、影帽子あたりがみんなやってるね。採用候補だと思うんですけど、なんかその辺、別に素引きして困るカードではないんだけど、高校とかでその辺引くのがちょっと嫌なので、ちょっとフレコどこから見ればいいかわかんないや。これか。壁紙がいいやんってなった今回。壁紙めちゃくちゃいいですよね。ちょっと待ってくださいね。指名者修正されたのはロタ4165。多分これで、出てくると思うので、ポケポケやってる方は、ぜひ登録お願いします。ということで、ちょっとすいません。関係ないものを挟んでしまったんですけど、ぼちぼち、向いていこうかな。指名者修正されたってなんだっけ？なんかそんな際どいアイコンだったんだっけ？いやー、これだよね、とりあえず。財宝のささやきがね、めちゃくちゃエモいんですよね、イラストが。この辺の白き森のストーリー解説ってほどのことしてないんですけど、背景だったりとか、カード紹介っていうのは、昔白き森の教科書っていうのを僕のチャンネルで上げていて、この配信の多分動画説明欄からとかも再生リスト載っけてると思うので、これから触るよっていう方は、明日動画上げると思うんですけど、早く見たいという方はそちらをぜひ見てくださいということで、今17,500ジムくらい溜まってます。ここ最近無機体パックがなかったのと、単純に僕紙の方がよくやってるので、あんまりマスターデールやり込んでないっていうのもあって、だいぶ溜まってます。なんでこんな貯めてたかというと、もちろん白き森に使いたかったのと、今後ですね、デモンスミスとか千年とかアザミナとかその辺の汎用枠がすごい来るので、貯めてました。申請してきた。あ、了解です。後で承認しておきます。とりあえず壁紙買おうか。なので皆さんもしっかりジェムは貯めておきましょう。多分年明けが、この間スリミとも話してたんだけど、
ボーナスとかがね、入った後に、一気にお金を使う方が多いからっていうのと、スターデュエル3周年記念なので、でも積み来るのにゴブリン帰ってきて大丈夫なのかってなった。これが、これが財宝のささやきです。めちゃくちゃいいですね。デッキには入らないんだけど、イラストアドがとても高いです。で、メイド代も来ています。無駄に光らせたい一枚だね。メイド代と、フィールドパーツは来てない。このくらいか。あとは、ファンタスティックマキナくらいか。とりあえず100連くらいはやろうと思ってるけど、引き次第かな。ただ7000ぐらいは使わないと結局来月になくなってしまうので、そのくらいは引くかもしんない。ゴブリン、確かにリンク値4作れるから、でも結局さ、デモンスミスでも資料公爵出せるけど誰も使ってなかったよね。だから別に、デモンスミスだったらそもそも資料公爵な気がするし、ゴブリンも下にリンクマーカー作んないといけないから、割と要求値は高い。からどうなんだろうな。すいません、お待たせしました。ということで、パックを剥いていきましょう。でね、また脱線しちゃうんだけど、トロイマーメイドが帰ってきたのが僕はすごい嬉しかったです。僕、10期の頃、すごい身内とやってて、今は結構活動メインなんですけど、10期の頃はなんか身内8人くらいとやってて、でみんながそれぞれ環境デッキ、サンダードラゴンとか、戦闘機とか、ドラゴンリンクとか使ってて、僕はオルフェゴールを2018年のソウルフュージョンが出た頃から使ってるんですよ。で、当初はめちゃくちゃ弱かったんだけど、サモン操作レス禁止になったし、その後にオルフェゴールトロイミアが来て、裁縫狩りの悪魔はいらないな。マーメイドが来てから、モンスター2体で、ザ・ビーストを出せるようなデッキになってしまったから、あの頃のオルフェゴール好きかと言われたら好きではないんですけど、めちゃくちゃ思い入れがあるし、今は別にモンスター2体で展開できるってそんなに、デモンスミスを見ていたら、そんなやばいなっていう感じはしないから、いいんじゃないかなと思ってます。キラーナイトは1枚あればいいと思います。トロイミア使ってる人は喜んでると聞いたら、マーメイド。イブリース禁止だからね。ヨーマディアベルはね、嬉しいんですけど、このカード1枚というか白き森はシンクロ体1枚いればいいので、全部。ここで出ると、被った時に分解するしかなくなる。これディアベルスターなの。ヨーマディアベルですか？ヨーマディアベルは、
ちょっとあんまり情報がないんですけど、ひとまず確定しているのはディアベルスターではなくて、ディアベルの力、財宝の力を、アステーリアとリゼットに分け与えた人というか、で、もしかしたら黒幕なんじゃないかっていう説もあって、その白き森って、リゼットがアザミナ化するのもそうなんだけど、その白き森での異変が、その白き森魔法罠に描かれていて、その魔法罠にヨーマディアベルらしきというか、ヨーマディアベルが結構描かれてるんですね。で、白き森に入るべからずとか、言い伝えとか、なんかそういう禁忌を犯してはいけないみたいなニュアンスのカードが結構あるので、ちょっと黒幕であることは確定してないんだけど、もしかしたらそうなのかもしれないっていう説があります。地獄人形の館 SR はだいぶでかいですね。これ、このカード1枚からワンキルが成立するので、地獄人形は僕確実に UR になると思ってたんですけど、地獄人形とブラディドールウルトラは見てた。ブラッディドールは、フィールドカードやん。やけくそだよね、これ本当に。強すぎる。ギミパペ何が強いかって、展開効果持ってるカードにちょくちょくその誘発ケアできる効果備わってるんですよ。館忘れちゃったんだけど、対象耐性とかだっけ？対象耐性はあれか、墓地にいるやつがつけられる効果か。今回多分この10連は渋いと思う。光ってるやつがなかったので。ブラッディドールは SR ですか？シーニアよ。優しいですね。というかファンタスティックマキナと、ファナスティックマキナかは、対象耐性とエクシーズ以外の効果2枚とかだったはず。あればいいので、むしろ3積みカードが、本当だ、SR だ。メインデッキカードが SR なのはだいぶ優しいですね。対象耐性とエクシーズ以外の効果を受けない。強いな。エクシーズモンスターに対して確かなんかつけられた気がする。戦闘で破壊されず、エクシーズモンスター以外の相手モンスターが発動した効果を受けない。強いな。だいぶ引き渋いんだけど。そうだね。そうなるよね。逆に白き森が、シルビー UR がだいぶ意外だった。言い伝えはなんかわからなくはないんだけど、言い伝えもそんな3枚、構築によっては全然1枚とかでいいんですけど、シルビーこれ先を見越しての UR ですね。出た頃のシルビーってめちゃくちゃ弱いんですけど、その白き森のアザミナリゼットが来てからのシルビーは一番強い初動になっていて、スネークアイとかの初動にもなるし、猿王とか現在法持ってこれるから、
アステーリアとリゼットってコスト必要なんですけど、シルビーはコストいらないので、その辺のデッキにも組み込めるから、先を見越しての UR なのかなっていう風に思ってます。で、リゼットがね、SR なんですよね。ライストとアトラクター砕いたら2枚なんか作れるね。アステーリア、リゼット、シルビーは結構そのデッキによって枚数が変わるので、優先度とかもね、なんか割とデッキによって違うから、一概には、これが3枚とかっていう風に断言できないんだよね。ちょっと引きが渋くないですか、だいぶ。ギミックパペットのキモいのとかは大丈夫。僕は割とグロテスクなの平気な人なので。まあ、キモいとは思います。素直に。なんかでも全部可愛いのとかよりは、いやー、ヨーマディアベル2枚いらないな。全部可愛いのとかよりはなんかそういう、混沌としてる感じ、ゴーストリックとかも結構、いろんなキャラがいると思うんですけど、いろんなやつが、やった、ステイラだ。いろんなやつがいた方が面白いっていう進撃のおにゃんこぽんのセリフがあるんだけど、そんな感じで僕は結構、ザ・萌えテーマっていうよりは、いろいろいた方が好きです。で、白き森は僕、単純にデザイン好きなんですけど、紙の方でアステーリアのクオシクを引いたから、それも相まってより思い入れがあるテーマです。だし、一応公認大会で優勝した経験もあるので、2024年は白き森の年でしたね、僕にとって。ちょっとチャットをバックアウトして、コハルンさんはギミパペ好きなんだ、デザイン。白き森は不気味な感じと絵本調っていうのがすごい好きなんですけど、黒ずきんはあんまり萌え萌えしてる女の子だけのテーマとかは好きじゃないですね。キミバペとかゴーストリックとかオルフェゴールとかローズドラゴンとか人形とか人形っぽいカードが1枚くらいいるとめちゃくちゃ刺さります。で、とりあえず、ギミパペはいいとして、白き森は、そうだね、全部3枚欲しいですね。ナチュルキモカワだよね、本当に。ギャップがいいのかなステーリアさんは欲しいんですけど、とりあえず。シルビーはとりあえず、2でもいいかな。最悪。言い伝えは、とりあえずセンチュリオン型で僕組もうと思ってるので、言い伝えは3欲しいかな。4回さ、40連やって2回これ出るってすごくない？だいぶ下振れてる気がするんですけど。今回は期待できそう。最高で170回弾けるので。
言い伝え。ありがたいです。シルビーはね、シルビー書道が結構弱いので、最悪2枚でもいいんですけど、今後のことを考えると、やっぱり3枚引いておきたいかな。穴巻きがまだ出てないのか。穴巻きじゃない、ファンタスティックマキナの方が、まだ出てないか。3割まで謎のままで終わりそう。バック向く時のポープの親戚の演出。これ結局何なんだろうね。なんか検証してる人いたけど、本当に、多分大差ないらしくて、ポケポケの、裏になってるやつとか、光り方がゆっくり光るとか、曲がってるとかもあれ、迷信ですよね。なんか僕、結局めんどくさくて探してないんですけど、本当に若干違うのかな？ 1% くらい。SR 確定ってわけじゃないもんね、ホープのやつ。地獄人形の館当たりすぎじゃない？あ、ロイヤルだ。ちょっとぼちぼちシルビー欲しいんだけど。まあ、UR 玉が僕500ぐらい溜まってるので最悪生成ですね。いや、4マディアベルが当たりすぎ本当に。3枚もいらないよ。気づけばもう、60連目です。偏りがだいぶすごい。年末箱はこの影帽子も新規ですね。トップハットヘアから持ってくるカードの候補は影帽子かアズルーンで、まあ、アズルーンはチェーンブロック乗らない特殊召喚を無効にできて、影帽子は、あれか、カードの効果無効だったか。で、トップハットのリンク、いやー、ちょっと、トップハットのリンク先に出たら、永続罠モンスターが出たら確か、魔法罠を破壊できるみたいな感じだったかな。なので、まあ、環境に応じて使い分けっていう感じですね。エルドもそうだし、アルゴスターズか、紙の方で言うと、永続罠使うデッキはめちゃくちゃ強いですね、トップハット。UR の偏りが、あ、マロシルビア出てなかった。これ裏切りの財宝シルビアの人間の時の姿です。アステーリアがディアベルスターで、リゼットが現在のディアベルゼで、
シルビアが裏切りの財宝で、ルシエラが死の財宝です。お、やっとシルビー来た。ちょっとスキップした方が僕の都市伝説なんですけど、僕の中の。スキップした方がハイレアが出る説を信じてるので。微妙だった。社員加工あんま好きじゃないんだよな。ディアベルスターなの。アステーリアがディアベルスターで、リゼットは現在のディアベルゼです。1万使い切っちゃうな、これ。この調子だと。いや、社員加工当たりすぎでしょ。この今の演出も謎ですよね。僕は今から年末箱がすごい楽しみで、トータル10箱予約してます。というのもですね、別にオルフェ組むだけだったら、バラでもいいんですけど、シングル買いでいいんだけど、僕の場合は座標、シークレットの座標を合わせる作業があって、座標っていうのが何かっていうと、この話多分配信するたびに話してる気もするんだけど、カードごとにですね、カードごとというかパックごとかな。シークレットのその光り方、こっちはコロナで廃れちゃったからな。シークレットって十字線が入ってる感じに、なんて言えばいいのかな、格子状か、格子状に光るんですけど、その格子の位置が光の当て方によって変わるんですよ。コロナで廃れなかったところはいいな。で、その格子の光り方がパックごとに3、4パターンあるんですけど、格子の光り方というか光る位置が違うと、並べた時になんか汚いんですよ。だからそれを揃えたいっていう話。で、それを揃えるには、実物を見ないといけなくて、カードショップとか行った時に、買う前に見せてもらうんですけど、毎回カードショップに行って買わないかもしれないのに、座標を見せてくださいっていうのがすごい申し訳ないので、とりあえずめんどくさいので10箱予約しました。70連でテーリャ1、シルビー1、言い伝え3、ディアベル1。そんなもんだよね。黒ずきんもね、今、なんかこの SR しか出ない回が、これ今90連目なんだけど、3回来てる、これが。で、引きも結構悪くて、ディアベルが3で偏って、あいつでもこれ、社員加工だから分解しなきゃいけなくて、シルビーも社員加工だから分解しなきゃいけないから、もうちょい向こうかな。で、ファンタジクスマキナも来てないから、黒魔女とかいらないんだよね、こんなに。現在も来てないし、リトルソルジャーズも来てない。何も来てないです。コロナで廃れちゃった。いやー、結構恥ずかしいんだよね、なんか。10箱予約してます。とりあえずこの辺の控えを総動員して、ちょっとこれだいぶ渋いからまだ向きます。積み宝狩りとかトップハット引いてきれてた。
財宝狩り入れるの結構悪質だよね。20で黒魔女ロイヤルと白の小さい子と、結構いいですね、それは。シンクロ。アステーリャはとりあえず、ただアステーリャは、アザミナリゼットっていう白き森の新規が来るまでは一番強い初動なんだけど、アザミナリゼット来たら一番弱い初動になるので、その使うデッキによっては1枚で大丈夫です。何にも来てないな。これはだいぶ期待できそうですね。地獄人形がさ、何枚目だこれ。7、8枚くらい出てる気がします。で、地味に魔性ルシエラもね、来てないんだよね。シルビアスを今後のこと考えると3欲しいし、多分運営側も先を見据えてウルトラにしたと思ってる。来た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 。シルビーはこれで一応3揃ったんだけど、社員加工なので分解しないといけません。白き森はさすがに UR 多すぎてレアリティ厳選できないからなんか全部社員とかにできるんだったら社員加工にするんですけど、UR 多いデッキは厳選できないから、一番揃えやすいノーマルのやつがいいです。アステーリアがもう1枚くらい来てくれたらぼちぼち終わってもいいんだけどな。ヨーマディアベル4枚目。でもリトルソルジャーズ来てないのか。そこ問題だな。いやー、財宝狩りもなんか3枚くらい引いてる気がするんですけど。このまま行くと180連ガチャになっちゃうよ、本当に。来月の分取っておきたいのにな。デモンスミスとかだって絶対シルビーはまあこれで社員加工になっちゃった余計なことされた最後に。カード選べばロイヤル統一。シルビー通常のやつが2枚来た。ちょっとさ、リトルソルジャーズとさ、アステーリアが本当に出ないんだけど。言い伝えも1枚社員だからな。カード選べば、デッキによってはってこと？社員2枚で好きなカード生成できるから何にも出ないよりはマシなんだけどね。でも社員出ると、僕の UR 玉が15無駄になるので、間違えた。でも、リトルソルジャーズが来ました。もう使い切る覚悟でいこう、これは。どうせ今月デュエリストカップあるし。UR 玉もだいぶあるから。結局貯めといても次回確実に、多分デモンスミス来ると思うんだけど。すごい。シルビーがロイヤル来た。これは嬉しいな。シルビー、ロイヤル、社員とかでもいいかもしんない。
そう、次回欲しいのがデモンスミスだけとかの可能性もあるし、多分なんですけど、今のところその光のデュエリスト編みたいな、そのデュエリストパックのテーマが、前回と今回と来てて、多分1月のパックで、ABC とか XYZ のユニオン枠が来るような気もしてるから、それでもう1枠潰れてて、って考えると実はそんな欲しいカードがないかもしれない。ライストとアトラクター砕いだら帰ってくるね。ライスとアトラクター、なんかシルビーめちゃくちゃ出ますね。あ、間違えた。普段僕、パックの演出見ないから、スキップする癖がついてしまってる。天敗流で規制され、もう規制されてるのか。そうだね。リミットレギュレーションで UR と SR、何が規制されたんだっけ。白雪ガンマ白雪はなかったかな。ガンマくんも制限になったね。金券みんな大好きなツボが増えた。そっかそっか。大体天敗流か。ガンマ制限ちょっと悲しいけど、まあ、うん。まあ、通った時のアドバンテージでかいし、今の遊戯王でエムレリアを支える誘発無効にしてリンク値に作るって結構やってるから、まあ、デモンスミス来る前に規制しといてよかったかもしんないね。ネムレリア毎回いじめられてるね。パナマキ来た。やっとアステーリア2枚目来た。ファンタジクスか、こっちは。名前を覚えられない。ギミパペは。ただ、ファンタジクス社員だったので、ノーカウントです。座標もそうだし、なんかこの間僕間違えて黒魔女ディアベルスターの日縮だと思ってたんだけど、圧縮を買ってしまって、で、圧縮って手に入りづらいから、基本的に日縮で揃えるようにしてるんですけど、圧縮見ると圧縮の方がかっこいいなって思って、ただでさえ座標の民なのに、圧縮界隈にも引きずり込まれそうになってる。レプリカさんの影響をちょっと受けてしまった。残り30連です。出てないカード多いな。リアベルゼも出てないしな。そうだね、アステーリア言い伝えがあと1枚ずつぐらい欲しいかな。全部の沼にもうなんか取っておいていいかもしんない気がするけど、3000。ワンチャンロイヤル、シルビー8枚か。シルビーが1枚一番出てる。ちょっと僕はロイヤルぶち当てたいので、使い切ります。今回のさ、動画というか配信のタイトルが、白き森の回し方を覚えようなのに、一向に始まらないっていう。何の沼に落ちてないかな。ただ僕、割とノーマルが好きなので、
無理に光らせようとは、なんだろうな。型番で合わしたい人だから、型番が揃うんだったら、まあ光らせるんですけど、揃えづらいテーマだったら、なんか無理にレアコレさんとか使わずに、ストラクさんとか使ったりするので、まあ、少なくとも誘発枠は光らせようってそんな思わないし、レアリティ中にはなってないですね。むしろノーマルが思考とさえ思ってます。まあ、ショールシエラ出てないよね、確か。災いなりが SR なのはだいぶ助かる。ワンチャン言い伝えじゃなくて災いが UR だと思ってたので。UR が1枚も入ってないパックってどんぐらいなんだろう、確率。ディアベルスターだいぶ当たってるな。7枚目。いやー、なんか今回も渋そう。お、言い伝え来た。ああ、だいぶ助かる、それは。これで言い伝えがあと1枚か。ああ、そうだね。残り20連だからとりあえず見てるけど、虹なかったらスキップでいいかもしれない。次の最後の10連でアステーリアとリトルソルジャーズがもう1枚ずつくらい欲しいです。まあ、ショーフルシエラが169パック目、169か。パック目でようやく出た。そうだよね。一回も出てなかったよね。あ、ごめんなさい。普通に出てました。ラスト、10連だけど虹が1個しかない。これはもう潔くスキップいきます。まあでも現在とリトルソルジャーズが来たから、まあまあか。ちょっとだいぶ偏ったね、今回。こんな感じでした。
財宝狩りで枠取ってんのはちょっとね。あ、でもディアベルスターあれなのか。マスターデュエル無制限だったっけ。ディアベルスターは一応アザミナの初動になるので、これは、まあ、3枚あると嬉しいです。僕でももともと2枚だったかな。3枚持ってなかった気がする。ということでお待たせしました。とりあえずデッキを作っていきましょう。で、今日はそんなに長く配信やるつもりないんですけど、とりあえず準構築ちょこっと回そうかなって思ってます。速攻魔法の方がなん他のがかかってたと思う。他が社員とか出てないからな。とりあえずロイヤル1枚だけ入れとけばいいか。ああ、財宝狩りの方でしょう。財宝狩りは、うん。かけるとしたら財宝狩りって言われてたからね。で、言い伝えはね、すごい、なんちゃって書道で、一見強そうに見えるんだけど、初めて白き森を触る人、使ってみるとわかると思うんですけど、結構使いづらいです、このカード。使いづらいんだけど、結局その、初動とコストの組み合わせが白き森は大事になってくるので、トルフェイズの効果にはからん殺しされた。トイボはなんか無効にできるんだっけ。破壊するんだっけ。相手の攻撃宣言時だよね。場の魔法はな破壊して相手のモンスター破壊。あれか。だから、トイソルジャーで、そっか、だからトイソルジャーとかトイボックスを相手ターンに割れるのか。で、ちょっと構築をツイッターに載っけてるので少々お待ちください。トイソルジャーとトイタンクか。ドミナスパージがさ、アステイヤの効果無効にしたのに、ボックスのせいで処理できなくて負けた。ドミナスパージっていう、同じパックに入ってた手札誘発があるんですけど、それがないとね、入れるカードがあんまりないんですよね、準構築。枠が余りすぎてて。UR で見ればいいか。
将来は順でも使えると思うよ。レベルランクリンク。フィルターの使い方がわかりません。レアリティ。今手札 U 派ってウサギって強い。ユベルと天敗竜いるんだったらなんか強そうな気するけど。わらし強い。あ、わらしが強いんだ。いつも白木森の動画参考にさせていただいてます。MD に白木森が来たのは嬉しいですね。青くて泣いてしまいそうですが。おいしいもなかさんこんばんは。いつもありがとうございます。ちょっとだいぶ UR が多かったし僕もすごい引きが渋かったです。DD クローね。とりあえずわらし1枚入れとくか。枠あるなら入れてもいいか。わらし、お好きな後止めれるところが良い。なるほど。あとは、チキンレース赤穴とか入ってないか。指名者と、でも、みんな白木森使ってるから無難にベーラーとかかも。まあそうだね。タイミング的にね。ギミパペ何刺さったかなまあギミパペでもあれか。地獄人形通したくないから。そう考えるとウサギか。問題は天杯とギミパペには。ベーラー1にしときたいな。泥場。枠がメインデッキ枠めちゃくちゃ余ってるから、超融合を入れようと思ってるんですけど、どう？あとは、シンクロ体か。サモリミとかメタカードも良いと思う。サモリミね、災い3積みしてるからありかもしんないね。白木森ほぼほぼ展開、準構築だとなおさら展開通らないので、トライエッジマスター UR なんだ。そうそう、スキドレね。相性いいよね。チャージオリアとトライエッジマスターどっちでもいいんですけど、この2体何が違うかというと、カオスアンヘルの素材にできるかどうかというところだけです。UR もったいないと思うので、チャージウォリアーで大丈夫です。アムリターラはね、作っといた方がいいと思う。今後白木森使っていくのであれば。まあ、デッキによっては入んないんですけど、
センチュリ型とか、マギストス型とかにすると入ったりするから、聖眼とか、アザミナ、まあ、アザミナは、そう聖眼とかアザミナとかにすると入んない。アムリターラ、ユベルに入れたかったけど、限界するモンスターゾーンが足りなくて泣く泣くチャージウォーリアにしてた。ユベルすぐ盤面埋まるからね。ユベルゴーストリック動画作ってた時にめちゃくちゃ困った。気づいたら全部埋まっちゃってるから。まあ、あとはそうだなドラグーン入れてもいいけど、正直バロネスアムリターラでいいのと、ドラグーン生成あんましたくないんだよな。アナコンダいるのかでも。そうだね。超融合入れたいので、沼地と、ガルーラはとりあえず必須なんだけど、ティフォン入れるか。そうだね。セレーネアクセス。盤面処理ほんとに下手くそだからな。ブルジョワデッキです。エクストラもね、すごい、この辺の白木りシンクロが基本1枚しか使わないから、割と汎用を入れていかないといけないんですよね。まあ、エルフいるから割と出しやすいのか。マスカレ、セレーネアクセスかな。ドラグーンがいっぱい環境にいるんだったら、ティフォン欲しいけど。あとは、まあ適当にわらし2枚入れとくか。最後の3枚だいぶ適当だったんですけど、とりあえずこんな感じです。準構築はね、エクストラがだいぶ余裕があります。で、まあ、準構築は誘発貫通力が本当にないので、個人的にはセンチュリオン型をおすすめします。僕もとりあえず今日パックが発売されたばっかということで、とりあえず準構築で回そうと思っただけで、多分デュエリストカップはセンチュリ型にすると思います。あれ全部光ってる？あ、そういうことか。あ、ルシア SR なんだ。ほんとだ。逆に待って、あれだ。白木森のさ、悪魔とか、入るべからずか、ノーマルは。悪魔を入れ忘れてました。悪魔は、まあ、いらないんだけどというか、
準構築でしか入んないんですけど、災いなりとか言い伝え引けてる時に、サーチ先が持ってきたいカードがなくなると嫌なので、とりあえず1枚入れとくといいと思います。ただ、災いとか言い伝えが多い構築じゃなければいらないです。たった今、ロイヤル統一にできなくなった。ちなみにルムマとかしたい方いらっしゃいますか？ランクも基本的にデイリーを稼いでるだけで、普段熱心にやってるわけじゃないので、アステーリアのプロテクター欲しいな。ルムマ、ゆべる白き森を布教してもよいってこと。わら。あ、布教してよ。そう、マスターデュエルならではのね、構築が、スプライトエルフがマスターデュエルは使えるので、紙では見れない白き森が見れると思います。まあ、白き森だから森にしとくか。なんか財宝のフィールドあったよね、確か。一応。白き森っぽいのないもんな。なんか雪みたいな。あれでしょ、翡翠とかのやつでしょ。フィールドあったような。とりあえずルームマ作るので、入りたい方いたら、ぜひ来てください。25万9529。なんだっけ、氷結界か確か。氷のやつは。そのうち来そうな感じするけどね。白き森。フィールド魔法とかで、白き森っていうフィールド魔法とかがあれば。これか。氷結の世界。あー、ちょっとぽいかもしんない。なんかでももう少し幻想的な雰囲気が白き森だったら欲しいかな。財宝の遺跡。
白き森の雪は下から積もるからね。ああ、そうそうそう。設定画にね、書いてあるんだよね。白き森は設定画とか、そういう背景がしっかり公式から情報が出ているので、Twitter とか、そのバリアブルブック、バリアブルブックにはまだないか。Twitter とかにいろいろ載ってます。で、リゼット初動はあんまり強くないんですけど、コストが2枚必要になります、この子は。まあ、1枚でも動けるんだけど、コスト1枚だとアステーリア展開ができない。うん。ここが止まると大体辛いです。アステーリアから白き森って、白き森カード4枚がコスト必要なんですけど、その白きコストになる白き森魔法罠持ってこれる子がシルビーしかいないので、言い伝え、まあ、コストにしちゃっていっか。だからアステーリア通すことがめちゃくちゃ大事なんだけど、アステーリア召喚権も使うし、すべての誘発もらうので、神と違ってフェアリー君生きてる世界戦かマスターデュエル君は。84、シルビー持ってこれてないから多分1枚足んないんだよな。1で6で、ヨーマディアベル、実はスプライトエルフとかヨーマディアベル出して、まあ、とりあえずディアベルでいっか。それかアムリタ・アラバロネスか。アムリタ・アラバロネスかな。なんか強くね。やめろ。とりあえず貫通はできた。ヨーマディアベルはまあ偉いんですけど、妨害の質がそんなに良くないので、出せないときは無理に出す必要はないです。ルシアの効果使えたな、ワンドロー。
ペアリー、エンフェか。そうだね。将来通したくない。将来、まあ、開門純正だから止めていいような気はするけど。なるほど。ユベルモンスターだから、将来は破壊できないよね、これは。では、災い打っちゃっていいかな。うん。じゃないとこのタイミングで使わないもんね。だいたい持ってこれてるんだけど。で、白木森の偉いところは、このシルビアがめちゃくちゃ強くて、着地時に相手モンスターを全部裏にできます。ちゃんと無効系妨害とブリッジ除去を作れるのが偉いです。ちなみにユベル白木森は、魔法罠コストいらないっぽいです。1枚書道でいけるっぽい。めちゃくちゃ貫通してくるじゃん。リゼか。そうだね。バロネス使っちゃいたいんだけど、ファントム・オブ・ユベルが結構邪魔。災い、まあ、バロネス使っていいかな。P だね。アムリターラもいけんのか。レベル9以下か。ステーレでいいかな。これは別にいいでしょう。アザミナリゼットが来る前の白木森は、この災いなりが言い伝えよりも強くて、一応こんな感じでシンクロ召喚できない状態であっても、1枚から仕事するので、仕事するし、妥協展開になるから、誘発受けも多少はマシになります。ロイヤルを見せつけていく。
あ、そうそうそう。白木森盤面処理は苦手なんですけど、この、マローシルビアが自分の場のシンクロモンスターに対して、この2人が打点500アップできるから、トータルで1000アップしてて、で、与える貫通ダメージが倍になるので、これでバトルで終わりです。だから無理に盤面処理しに行くというよりは、災いで裏にしてリーサルを取りに行くっていう感じのテーマです。次、先行取っていいよ、すり身。今はでもね、だいぶ、誘発相手の少なかったし、割と手札いい方だったんだけど、だいたい貫通できないです、白木森は。誘発来ると。これは結構渋いな。で、ここなんですけど、儚打つんだけど、打っちゃうともう魔法罠引けてないから、こっから展開できないっていう。うん。アステーリアから入るのが一番強いんですけど、こんな感じで、なんか魔法罠が全然ない時とか、誘発貫通無理そうだなって時は、被害を最小限に抑えるためにシルビーから入ります。そうだね、リゼットも言い伝えも単体では役に立たないけど、結局引きかぶった時の貫通札になるから、3枚入れざるを得ない感じはある。サンフラワーいると結構困るのでは。ナチュビでもわわわ。ナチュビもやばいし、ナチュルパルキオンもやばいし、結局、マローシルイヤ出しても、サンフラワーで無効にされちゃうのか。
ごめんなさい。今あれだね。チェーン切り、シルビアリゼットでよかったね。失敗した。そうなんだよな。でも、アステーリアと、シルビーの引きかぶりは弱いんだけど、そのアステーリアの悪いところって、リゼットとの引きかぶりも弱いし、シルビーとの引きかぶりも弱いっていうところで、まあ、初動、一番強い初動ではあるんだけど、その引きかぶった時のことを考えると、リゼットシルビーとか、そうだね、とかの方が偉いから、まあ、貫通とかも考えると結局リゼットは3枚欲しいよね。リゼット3枚欲しいし、アステーリア、さっきみたいにその、シルビーから、アステーリアじゃなくてシルビーから入った方がいい場面も結構あるから、本当にデッキの、まあ、構築によってこの辺はだいぶ枚数変わってきます。平野に積みしたくて一生成したのに今ピン刺しにしちゃった。テイリアね、枚数難しいよね。まあ、順にしないんだったら、1とか2でいいかもしんない、テイリアは。で、リリースして向こうにできて、肩代わりできて、2体リクルートできてって感じか。あ、というかこれあれか、この名称位置がないのか。名称位置というか単位値がないのか。2は1回だから、2回、2妨害あったら無理か。カメリアで1回コスト踏み倒せてもルクリは分裂して増えるから
3、4回くらい無効にされるのか。これ普通にバトル、シルビーとかから入ってバトル行った方が良かったのか。リーチ除去ないもんね、だって。ごめんなさい。サンフラワー入ってきたら終わりかも。結局また無効にされるもんね。ちょっと僕が下手くそでした、これは。でもなんかナチュルさ、確か、あれだよね。戦闘破壊耐性つけるモンスターいたよね、確か。攻撃の無力化みたいな効果のやつがいたような。そうだよね。白木森のいいところは、墓地リソースが豊富なところですね。全員、リゼットだけ相手ターン限定なんだけど、アステーレ、シルビー、ルシアが自己蘇生効果持ってて、リゼットが相手ターンに墓地回収できるので、割と息切れはしないです。で、またモルクリがいるから、2体生えてきて、ナチュビが結構やばくて、メインフェーズ限定だから、一回攻撃しに行ってみるか。
リリースなんだよな。私、ナチュビいるからな。あ、バトル入れた。入れたけど、あれか、サンフラワーとか何枚か積んでるのか。ここだってサンフラワー消しとかないとダメだもんね。救いの架け橋と里は順でも採用しないんだね。墓地にさえ送れれば機能してコスト足りなければ先をチキンレースにもできる。うん。全然ありだと思う。モルクリ。そうなんだよ。悪魔が結局さ、ベーラー持ってくるか。架け橋ありだね。いや、墓穴でもよかったか。というか、そっか、結局魔法罠コストが今、災いしかないから。オーマーディアベル無理に使わなくていいか。ナチブ消しとけばいいかな。モルクリ2体いるし。でもカメリアがいると、モルクリリリースしなくていいのか。誘発枠削ってそうですね。架け橋入れた方がいいかもしんない。今回の試合とかもそうなんだけど、魔法罠コスト、引けないとき本当に引けないので、デッキスロットの半分、魔法罠コストにしても、どんぐらいだったかな、1枚引ける確率。そんなに
1枚だけだったら9割5分ぐらいは引けるんですけど、その墓穴とか抹殺とかは使いたくないし、結局コストに強い魔法罠がチキンレースと白木森魔法罠の計9枚しかないから、2枚書道の差がですね、そこは。カメリアいるのか。あー、なるほどね。そこ、対象は取れるから、チェーン組んで出てきて無効化されちゃうか。そうだね。とりあえずここチェーン組むんですけど、いや、組まなくてもいいのか。魔法罠コスト必要だから、でも対象とする効果以外受けないか。そっか。となると、アンヘル行きたいかな。あ、ごめん、結局あれか。でもそうだ、無効になっちゃうんだ。なんかすごい無駄なことをした気がする。クルヌギアス放置でよかった気がするな。で、ルシア。あ、間違えた。ごめん。間違えた。あれ、ルシエラいないんだっけ。あ、じゃあフォーミュラ使おう。待って、なんかすごい無駄なことをしている。フォーミュラ使っていいや。ルシアは別に良くて。この道ヨーマディアベル墓地に落ちるから。妨害の無駄遣いしてんの、本当に。でモルクリがフリチェだから、なんかクルヌギアスに3枚も使っちゃった。いやー、イムセティはちょっと良くないのでは。めちゃくちゃ止めたいけど、モルクリケットの方がいいよね、ここ。あ、大丈夫か。
そうなるんだよな。いやー、止めなくていい。出てくる先によるけど、使うか。ごめんね、もうハーピーいるからもう、ダメだ、もう頭が全然回ってない。ハーピーがいるから、そうイムセティもいるし、ハーピーもいるし。フォルスを通してはダメだった。だいぶまずいね、これ。リクルート先がいない説ある、これ実は。カメリア3枚使ってて、サンフラワーがいなくて、スティンクバグも落ちてて、リクルート先いたらだってさっきのところクルヌギアスじゃなくて、普通に展開してきそうだったから、そうだよね、そんな感じするよね。ってことはモルクリ放置しておくて、お互いリソースがしぶとい。リトルナイトはちょっとめんどくさいな。でもあれか、そっか。リトルナイトは、モンスター効果受けないから、ナチュルは墓地効果とかあんまりないんだっけ？なんとかなりそう。リトルナイト先消してもいいけど、バトル普通に行いたいから。いや、普通に動いちゃうか。
エクストラが10シンクロが飛んでるぐらいかな。アステーリアいたのか。いらなかったかじゃあ。ルシアが墓地いるのか。ベーラーは使ったから、もう欲しいカードがない。別にヨーマ行かなくてもいいのか、じゃあ。セレーネアクセスで終わりか。魔法が地味、でもあれか、相手の墓地もあるから。セレーネアクセスでいけるか、じゃあ。モルクリ出されるとちょっと話変わってくるんだよな。攻撃表示か。なんとかなった。ルームマ中です。なんとかなってしまった。対戦ありがとうございました。11時までには終わろうと思ってるので、やりたい方は今のうちに。やっぱ継戦能力は高いんだよな。やってない陣いたらどうぞ。カオスアンヘル君が一生取れないってなってた。そうだったね。アンヘルね、なんか、一見大したことなさそうに見えて結構困るよね。打点が3500なのが結構際どいんだよな。そっか、リゾートが無制限になったのか、確か。スパイラル昔組んでたんだけど、全然覚えてないな、もう。
もうダブルヘリックス出てくるんだっけ。でもここ通しちゃまずいよね。この人が、名称位置がないから、ダブルヘリックスだっけ、リンク2のやつって。スパイラルモンスター2体いないといけないとかある？これで、ドローンが確か、ドローンかダンディか。手札から出せるのどっちだったっけ？ダンディはデッキトップ当てれば特殊召喚できた気がする。スパイラルリゾート。ジーニアスはやばいです。ジーニアスも単一がないので。これ出てきたらもう無理そうだね。止めらんないね、これ。リゾートが無制限の時代ってすごいよね。で、こっからは宇宙のはず。救いの架け橋入れるか。マギストスダブルエリックも宇宙作ってくれるはず。明日か、マギストス。アルテミス・エンディミオンだっけ。リンク2だから結構期待できるよね。期待できるというか、期待したい。ゴーストリックフェスティバルの二の舞にならないことを祈ります。白木森にソウルズ使ってるジーンだけど、こうもらうときついから微妙だよね。あ、ソウルズは相性自体はいいんだけど、レベルが合わないのが結構問題だと思ってる。レベル2だったら全然入れてもよかったけど、ソウルズもなんか、ね、カード増やせるカードではないから、レベル2だったら全然入れてたな。エルフの素材にできて、イスタへの発動条件満たしてくれはするよ。そうそうそう、言い伝えと相性いいんだよね、すごい。言い伝えと相性いいし、リセット初動の時とかはレベル2が1体足んなくなるんだけど、ソウルズが2だったら、だいぶ助かるし、シルビー止まった時とかもいてくれれば貫通できるから、2だったら全然入れてた。スパイラルちょっとだいぶ記憶がおぼろげなんだけど、10期最初のテーマにもかかわらず、6、7妨害ぐらい確か作れた気がするんだよな。なぜですか？道だからイブだし時間切れ？わらわら。まあ一応ね、そうだね。猛天候とかイブとか。真鍋さん、PC 不調って書いてある。そういうこと？大丈夫かな？だよね。全然もう一戦やるのであれば付き合います。
ソコンがスパイラル展開に耐えられなかったかわらわら。リンクショック最中のテーマだっけ。スパイラルってスパイラル展開重かった。そう、リンクショックが起きて、その後は、神竜とか、恐竜とか、怪獣とか、かぐやとか、エクストラを使わないテーマしか半年間ぐらいいなかったんですけど、スパイラルがその初の展開効果を持つリンクテーマで、半年経った後に、環境がスパイラル一色に染まりました。シェア率が確かに8割とか言ってたんですよ。7割ぐらいやったかな。そんぐらい強かったです。で、その後に戦闘機とオルターガイストが出てきて、どっちかっていうと、ミッドレンジ系のデッキが増えてきましたね。スパイラルはすぐに規制かかっちゃったので。オルフェゴールはその少し後ですね。言い伝えのメイトめちゃくちゃ可愛いな。儀式の準備はとりあえず通しておくて。で、ここは、うん。あれ、ドローンの効果が忘れちゃった。スパイラルダンディがいると出てくるから。ただ、ソウルズがいるから、なんかここじゃない気がするな。ソウルズがいてダンディは出てくるのが確定してるのか。待って、ダンディじゃない、ダブルヘリックスの素材見てなかったな。なるほどね。毎回落ちるな、クレース。スパイラルはリンクショックの半年後だね。それがだいぶやばくて。できるよ。まあ、DD 黒打つか。グレース出てくるのやばくないか？それだいぶ話変わってくるんだけど。スパイラルミッション限定かでも。そうだよね。だって墓地行ったらもう、近い州と、墓地から蘇生。まずいな。グレース使い回されるのが本当にやばいし、ここも打たざるを得ないけど、結局
ミッションで蘇生できるから、DD クローを飛ばされたのがだいぶ痛いな。ランディはあれか、スパイラルモンスターみたいか。これさ、まあ、ここはいいと思うんだけど、ここ飛ばせばいいのでは。召喚剣使ってるから、これで、リンク値増やせるカードがなければ、でもあれか、ジーニアスがいるから、ここから動けんのかな。ダブルヘリックスもあれだっけ？ダブルヘリックスは名称1がある。グレース落ちたのが結構痛かった気がするんだけど。回すのめちゃくちゃ大変そう。そこまで伸びなかった。伸びなかったけど、結局マスカレというかアポロウーサがだいぶ無理な気はしていて。言うても二素材アポロウーサだから、で、ここなんだけど、一回シンクロ召喚挟むか。ただ、アステーレが展開に絡んでないので、実はエルフとかだったりする。エルフ出して、結局、ルシアの使い道ないんだけど、僕、アムリターラ・バロネス行きたいけどね。切って出すから。
で、44。一回使っていっか。マスカレ使ってこないな。そしたらメイン終了かな。ユニコーン。で、ここはこれで回避できて、すると、ただ災いが使い道ないんだよな。なんとかして1体供給したいんですけど、白木森シンクロ。したいけど出す手段がないか。無理たら行くしかないかな。あれか、バグースカを入れてなかった。今思い出したけど。ランク4が何も入ってなかったです。1号がさすがにきついかな。ドローンがデッキトップ確認で、スパイラルを回収。ダブルヘリックス通したくないもんな。白木森。でも、ユニコーン破壊したかったから何とも言えないけど、災いなり残しと、災いなり打てる状態のままの方が、もしかしたら良かったかもしんない。これがなんか、何でも向こうだっけ？破壊か。2枚まで割れるのか。
良いな。早いとこボルテックスを処理したくて、そうだね。今ルシアがいないのか。対象を取るからエルフ行った場合、なんかエルフで良さそうだけど。マローシルリアでいいかな。マローシルリア行って2468までいけるからちょっとまあ、エルフ使い慣れてないから、白木森のエルフの使い勝手がわかんないんですけど、割と白木森は白木森モンスター、墓地落としといたり、魔法罠コストにできる展開した方が強かったりするので、こういう時とかも、ここで逃げられたりするので、これ別に逃げなくてよかったな。結局墓地行くので、今は別にチェーン組む必要なかったか。これはうららかな。これはランクか。あ、これはあれです。ルムマです。で、裏にしたボルテックスの守備が1200か。あれ、災いはもう使ってるか、効果。効果というか。災い使って悪魔も使ってるのか。アステーレの蘇生はまだ使ってないから8はいけるけど。まあ、ルシエラ、まあでもあれか、DD クローがいるのか。DD クローがいて、守備1200。うん、ルシエラで息するけどな。コストにできるカードないから、エルフにしよう。
き盛り入れるのは邪道なの。邪道だけど強いよ。あら。手札割れてるので、まあランク1というかソウルズに誘発打てば終わりかな。誘発じゃないや、妨害。そもそもあれか。飽和なコストがないのか。そもそもレベル4がいないのか、今。ベーラーを間違えて特殊召喚しちゃった。レベルあれか。セレーネ作ればいいか。8にして、セレーネで釣り上げて終わりかな。守備表示だった。だったら、貫通ダメージでいけないか。うん、いける。一回戻して。対戦ありがとうございました。
ちぼち落ちようと思いますが、ラスト1戦やる方はいらっしゃいますか？順位な。なんか、わかんない。すっきりしてて回しやすい。すっきりしてて回しやすいし、まあ、やっぱあれだよね。言い伝えとか災いなりが引きやすいから、なんやかんや貫通できたりコスト困んなかったりして、意外となんとかなってます。すり身、ゆべる白き森、リベンジする？お、来た。架け橋、架け橋でもあれだよね。アステーリャかリゼットを引けてないと微妙なのか。まあ、シルビーでもいいのか。言い伝え減らしてかな、入れるとしたら。スローンは通したらまずいよね。スローンは通しちゃいけないんだけど。ロータス止めらんなくて。スクワーマー出てきて。ここも止めたくて。こっから動けるのか？ユーベルが出てくると、
ユベルか。ユベル、まあいいかな。いいけど、戦闘破壊耐性と、こっちにダメージが返ってきて、そうなんだよね。いや、通さない方が良かったかな。結局6シンクロにしかなれないから、いや、ユベルリクルートさせない方が良かったか。つか。6出して捨てて8いって、マルシア使うんだけど、なるほどね。ただあれなんだよな。いろいろ墓地超えてるからな。墓地超えてるし、スクワーマーもいるし、だいぶきつい気はする。ナイトメアペインもあるし、
実はスピリット・オブ・ユベル、ファントム・オブ・ユベル1枚しか入ってない可能性。ロータスは通したくないもんね。でもユベル特殊召喚で。実はここ打った方がいいのか。なんかファントム・オブ・ユベル1枚しか枠なさそうだもんな。ごめんなさい、普通に融合召喚できるか。すごい初歩的な。そうなんだよね。このシャバラとかを止めたいんだけど、本当は。いやー、これでも、反射が、あれ倍になるんだっけ。4800だったらまあいいのか。ファントム・オブ・ユベル攻撃しないといけないもんな。ってことは、動かざるを得なくて。
このリトルナイトもだいぶやばくて、召喚権が残ってないルシアもいない。言い伝え持ってきても何もできない。あ、でもそっか、アステーリア蘇生できるから。ってことは違うな、これ、エルフ出してからだったかもしんないです。ただあれか、シルビーがもう効果使っちゃってるから、なんかどの道無理そうだな。そうなんだよね。シルビーもう残ってないんだよね。チャージオリアーのワンドローにかけるか。まあ、せめてエルフな気もするけど。リトルナイト出してもしょうがないもんね。チャージオリア本当にせめてマローシルビアとか落としといた方がいい気もするけど。マスカレーナか。ドル入って。マスカレ出しとけばリトルナイトに対象取られることがないので。違う、エルフがいるから対象取られないから。
ただファントム・オブ・ユベルがさすがに尽きてそうな気はする。ナイトメアペイン。とりあえずここは使っ一回エルフでステーリャ蘇生して、どれ除外するのがいいんだろう。リトルナイト安牌なのかな。ナイトメアペインを除くレベル。リトルナイト相打ちにされて妨害なくなるのがまずい気もするけど。どの道か。ラギアで1妨害あって、ユベルが墓地いて、ファントム・オブ・ユベルも使い切ってて、なるほど。ペラギアか。特殊召喚された表側モンスターだから、ルシアが墓地いて、リゼットはまだいない。4、6。災いでいいような気もするけどな。言い伝え持ってくるか。で、災いかな。
ラギア使ってこないのか。てかリトルナイトがいた。すっかり忘れてた。リトルナイトがいれば、これが表示モンスターと、リトルナイトいれば、いや違う、エルフがいるから結局か。対象取れなくて。待って、全然わかんない。全然わかんない。海洋まではベリー行こっか。使ってくる気配がないんだよな。妨害ないよ。妨害ないの？ラギアは？だったらアクセスで終わり？あれか、闇属性リンクがいないのかも。そういうことか。それ出てくると、なんとかなったかも。あら、それ出てくると、相手が効果使った時だもんね。このターン無理か。
あ、待って、そっかそっか。あ、あ、終わった。ラギアの隠されし効果忘れてた。なんか急に視聴者増えてるんだけど、すごい情けないところを見せてしまいました。白木森とはわらわ白木森来なかったね。あれか、展開がちゃんと通らないと、エルフとリンドが揃わないのか。という感じで、まあそうですね、誘発には弱いんですけど、割と息が長かったりとか、落ちリソースがだいぶいっぱいあるので、長期戦には強かったりします。ちょっと架け橋は入れてもいいかもしんないな。この辺の誘発ちょこっと減らして、架け橋入れていいかもしんないですね。はい、ということで、明日ちょっと頑張って動画を開けようと思うので、そちらの方で展開やら構築やら覚えていっていただければと思います。それでは夜遅い時間までありがとうございました。で、気力があればデュエリストカップもセカンドステージ白木森で走ろうと思うので、また遊びに来てください。おやすみなさい。